どうもはるしかです。今回はいつも僕の後ろに映っているデスク周りの紹介をしたいと思います。半年前 M1Mac mini を購入した際に一度デスク周りの紹介しているんですけれども、その後の動画でもお話しした通り M1Mac mini を返品して新しく Windows の PC を自作したりですとか、あとはその他にも新しく買ったものですとか変わったところとかありますので、半年ぶりにデスク周りの紹介をしてみたいと思います。デスク周りのアイテムは色を白かグレーかシルバーで統一してますので、全国の白好きの皆さんの少しでも参考になれば幸いです。それでは順番に見ていきましょう。デスクは以前と変わらずなんですが、ガラージというオフィス家具ブランドの AF デスクという既製品を使っています。サイズは縦が70センチ、横が160センチでかなり広々としていて、撮影機材の準備をするときとか紙ベースの資料を広げて仕事をするときに快適です。さらに AF デスク専用のサイドデスクがありますので、それを連結して L 字型にカスタムして使っています。最も気に入っているポイントは後ろに幕板があることです。幕板というのは天板の下にあるこの板のことなんですが、何がいいかというと幕板があるので後ろに配線を隠すことができるんですよね。具体的に配線をどうやって整理しているかというと、 AF デスク専用の配線トレイを幕板裏に設置して、この配線トレイの素材がスチールなのでマグネット付きの電源タップをコンセントが抜き差ししやすいように下向きにくっつけています。ちなみにこのコンセントタップは抜け止め式なので、重さで勝手にコンセントが抜けるっていうことはありません。幕板はデスクの高さの半分程度しかないので、ケーブルを結束バンドでまとめたり、天板裏に両面テープで固定したケーブルホルダーに通したりすることで、ケーブルが下に垂れて正面から見えてしまわないようにしています。基本的にこのデスク周りの電源は全てこの電源タップから供給しています。様々な電源ケーブルが刺さっているんですが、その中から一つアンカーの USB 充電器を紹介しようと思います。アンカーの充電器には数多くの種類があるんですけれども、これはパワーポート PD2 という充電器です。 USB-C to ライトニングと USB-C to C のケーブルが1本ずつ刺さっていて、デスクの右側にある両面テープで固定したケーブルホルダーにかけてあります。スマホやイヤホンなどを充電するときはここからケーブルを引っ張り出してます。そのすぐそばにも一つアイテムがあるんですが、これはネイチャーリモミニ2というスマートリモコンを両面テープで固定してあります。スマホやスマートスピーカーからこのスマートリモコンを経由してこの部屋のエアコンとシーリングライトを操作できるようにしてあります。サイドデスクは正直今まであまり使い道がなかったんですが、最近は YouTube を撮り始めたということもあって、カメラをデスク上に固定するクランプとスライドアームを組み合わせた俯瞰撮影用のキットをサイドデスクに固定して俯瞰撮影用のブースとして使っていることが多いです。椅子は IKEA のハッテフィエルです。座面や背もたれの生地がカジュアルでオフィスチェアっぽくない雰囲気が気に入っています。続いてサイドデスクの横にあるキャビネットを紹介したいと思います。無印良品のポリプロピレン引き出し式収納ケースを重ねてあります。すべて同じ大きさではなくて、底の浅いタイプですとか深いタイプを組み合わせてあります。上の段から順番に見ていこうと思います。一番上は左右に分かれているタイプで、左には毎日持ち歩くものですね。鍵とかアクセサリーとかそういったものが入ってます。で、右には時計が入ってます。次の段にはペンなどの文房具類と SD カードリーダーとか有線イヤホンなどの細かいガジェットが入ってます。引き出しに細かいものをそのまま入れると開け閉めする際の反動でごちゃごちゃになってしまうので、無印良品のポレスチレン式リバンを使って中身がごちゃごちゃにならないようにしてあります。次の段にはカメラ関係のアクセサリーですね。バッテリーとかフィルターとかケア用品が入ってます。この段も細かいものが多いので、無印良品のポレスチレン仕切り板で仕切りを作ってあります。そして次の段には動画撮影用の機材ですね。音声レコーダーとかミニ三脚が入ってます。その次の段には通帳やキャッシュカードが入った無印良品のパスポートケースなど貴重品類が入ってます。一番下の段は底が深くてスペースが広いので、ジャンル分けをせずにいろいろと入れてあります。続いてデスクの下にもいくつかアイテムがあるので紹介していきます。これまでもたびたび紹介した自作の Windows PC です。CPU は Ryzen 7 3700X、
GPU は RTX2060 スーパーで 4K の動画編集もサクサク快適にやれていますので、しばらくはこの構成でいこうと思ってます。ケースは海外のデスク周りの紹介でめちゃくちゃよく見かけるやつなんですが、 NZXT の H510 です。前面に何もないシンプルなデザインが気に入っています。このケースは左側がクリアパネルになっているんですけれども、中までは予算の関係で白くできなかったので、あえてクリアパネルの中が見えないように置いてあります。まだまだデスクの下にあるものを紹介していくんですけれども、このデスクは横幅が広いので、天板の下にはたわみ防止のためのバーが固定されています。このバーがスチール製なので、これにマグネットフックをくっつけて、そこに無印良品のミニハンディモップとマイクロファイバークロスを吊るしてあります。1日1回はデスク上の掃除をすることを習慣にしているので、すぐに取り出せる位置に吊るしてあります。他にもこのスチール製のバーにはマグネットシートを貼り付けた USB カードリーダーをくっつけてあります。サイドデスクの下にも2つアイテムがあります。まず1つが Xbox のコントローラーです。 Xbox 自体は持っていないんですけれども、 PC ゲーム用のコントローラーとして、最近あまりやらないんですけれども使っています。もう一つは AG の WHP01K というワイヤレスヘッドホンです。aptX LL というかなり遅延の少ない通信規格に対応したヘッドホンで、動画やゲームを画面と音声のズレを感じることなく楽しむことができます。さらにノイズキャンセリングも搭載していて、1万円以下では個人的に今コスパ最強のヘッドホンだと思ってます。このヘッドホンについては以前投稿した動画でより詳しく紹介してますので、気になった方はぜひ概要欄のリンクからご覧ください。ちなみにコントローラーとヘッドホンを引っ掛けているのは Amazon で購入したコントローラー用のスタンドです。これは両面テープでデスクに固定してあります。続いてデスクの上にあるものを紹介していきます。バルミューダのザ・ランタンです。少しはインテリアになるものがあってもいいかなと思って購入しました。揺らぎのある光が心地よくて、寝る前などにたまに使ってます。使用頻度はあまりないんですけれども、とにかくデザインが最高なので置いてるだけで満足感があります。こちらも以前の動画で紹介していて、概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はそちらをご覧ください。もう一つインテリアとしてドライフラワーを飾ってあります。これ実家のリビングに垂れ下がっていたのを持ってきただけなんですが、それを100均で買った大きめの試験管に入れて両面テープでデスクに固定してあります。1本だけだと寂しいので、もう少し増やしたいなと思ってます。こちらは Amazon の Echo Show 5という5インチの画面がついているスマートスピーカーです。主な使い方としては、スマートリモコンやスマートプラグと連携して声でこの部屋のエアコンと照明を操作できるようにしてあります。またこの部屋には時計がないので時計代わりにもなってます。マウスはロジクールの MX マスター 2S を使ってます。フリースピンモードというホイールを勢いよく回した時にそのまま回り続ける機能があって、長いページをスクロールするのが非常に楽です。また裏面のスイッチで最大3台まで接続先を変更できるのに加えて、フローと呼ばれる異なる PC 間でコピー&ペーストができる機能もあるので、複数の PC を使う方にはおすすめです。後継機の MX マスター3というのも出ていて、ただそれは色がライトグレーだったので見送ったんですけれども、最近バッテリー持ちが悪くなってきたので、そろそろ買い替え時かなと思ってます。続いてキーボードはレイザーのブラックウィドウライトを使ってます。日本語配列なんですが、ひらがな表記がないことなど有線であること以外は気に入っています。無線にしたいとは前々から思っていて、たびたび他の動画のコメント欄でもおすすめしてもらっているロジクールの G913 と、もう一つハッピーハッキングキーボードが候補かなと思ってます。最近はゲームをあまりやらなくなってしまったのと、将来的に MacBook との二刀流も考えているので、その時の使いやすさを考えるとハッピーハッキングキーボードかなと思ってます。モニターはデルの27インチの 4K モニターを使っています。これを購入した理由は何といっても見た目で、フレームレスかつロゴが小さくてスタイリッシュなのと、正面から見た時に黒の面積が少ないのが気に入っています。見た目以外にもポイントがありまして、 USB-C で PC と接続することで USB ハブとして使うことができます。今僕は Bluetooth トランスミッターとワイヤレスマウス用の無線レシーバーをつけています。
PC と接続する USB-C ポートは最大 90W の電源供給と画面入力を兼ね備えているので、例えば MacBook を接続すれば USB-C ケーブル1本で充電しながらモニターに映像を出力することができます。ただ一つこのモニターには残念な点がありまして、スピーカーが内蔵されていないんですよね。マンションに住んでいるので基本はヘッドホンを使っているんですけども、やっぱりたまにスピーカーから音を出したい時っていうのがあるんですよね。音質はともかくつけてほしかったなと思います。このモニターはエルゴトロンのモニターアームに固定してあります。画面の位置を自由に決めれたり、モニター下がすっきりしたり、配線を隠せたりするのでおすすめです。モニター裏にも一つアイテムがありまして、バータイプの LED ライトをつけてあります。両面テープでマグネットを貼り付けて磁力を利用してモニターアームのマウント部分にくっつけてあります。夜は気軽に雰囲気を出せるのでおすすめです。ちなみにコンセントとの間にスマートプラグを挟んでいるので遠隔で電源を操作することができます。ヘッドホンはアーカーゲイというオーディオブランドの K701 というものを使っています。開放型という方式を採用していて聞き疲れしにくく、軽くて体への負担も少ないので家で長時間使うのにおすすめです。ケーブルが無駄に余った状態が個人的にとても嫌いなので、余った分はくるくる巻いてデスク裏にあるスチール製のバーに取り付けたマグネットフックに引っ掛けてあります。そのケーブルの先はデスク裏に貼り付けたケーブルホルダーに通して配線用の穴から幕板裏に持っていってデスクの上にあるアンプにつないであります。このヘッドホンについても以前投稿した動画でより詳しく紹介しておりますので、気になった方は概要欄のリンクからご覧ください。で K701 をつないでいるアンプなんですが、これはつい最近買ったものでして iFi Audio というイギリスのオーディオブランドの Nano-ID-SD という USB DAC 内蔵のヘッドホンアンプです。ちょっと難しい用語が並んだんですけれども、かなり簡単に言うと USB DAC 内蔵ヘッドホンアンプを使うことでより高音質で音を聞けるようになります。ここ数年は PC に直接ヘッドホンをつなげて聞いていたんですが、最近はハイレゾ配信が普通になってきて、せっかくならいい音で聞きたいと思って購入しました。続いてアンプの横にある白い物体なんですが、これはアーバニスタのシドニーという Bluetooth スピーカーです。先ほどもお話しした通り、モニターにはスピーカーが内蔵されていないので、ここ半年くらいはヘッドホンだけでやってきたんですが、やっぱり月に 2,3 回はスピーカーを使いたい場面があるので最近購入しました。使用頻度は少ないので音質にはこだわらず、小型でかつデザインが好きなものを選びました。あともう一つこれを選んだポイントがありまして、それが有線で音声の入力ができることです。Bluetooth だと遅延が発生してしまうので、使うときは有線で横のアンプと接続しています。はい、いかがだったでしょうか。ということで今回は半年ぶりにデスク周りの紹介をしました。今回紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておきますので、気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。また半年後か、もしくは大きな変化があったらデスク周りの紹介の方してみようと思いますので、ぜひチャンネル登録とそれからグッドボタンよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はるしかでした。